ドレッドヘアっていうぐらいコバンザメを体中にひっつけているジンベエザメ。好きすぎ。有料物件だな。水中オールバック。遠距離攻撃してきそう。目のそばはやめてあげて。仲良くなれるかも？ジンベエザメは寄生生物を取ってくれる人が近づくと泳ぐ速度を緩めることが判明。オーストラリアの海洋生物学者が、偶然にもある方法でジンベエザメと仲良くなったそうだ。その方法とは、ジンベエザメの体に付着する寄生生物塊や種類をきれいに掃除してあげることだ。人間を魚だと思ってるんだろうわら、ほっこり。ジンベエ班、どこへお出かけで？もしジンベエくんがそう考えているのだとしたらすごくキュートだね。すべての個体が共存共栄、ウィンウィンで成り立つ幸せな世界が垣間見えた。犬がジンベエザメと大接近。ご挨拶に優しくキスするラブラドールに癒しバロメーターが振り切れる。これジンベエさんもワンコも逃げずに止まってるってことはお互い興味津々だったんだね。めっちゃ可愛い。普通の生活をしていたらどちらも互いに出会うことのない種族だよね。めちゃくちゃ不思議だけど動物たちにしたら当たり前なんだろうな。こんにちは、小さな人。こんにちは、おっきな人。なんで一匹だけで乗せてるんだろう。危険なサメだったらもうワンチャンこの世にいないよ。犬がクンクンしているだけに見えるけど。こんな心がとろけるファンタジーが現実世界でも展開されているなんて、やっぱ地球って素晴らしい場所なんだな。水中の巨大生物ジンベエザメ同士の正面衝突映像。ジンベエザメって何も考えてないようで、こっちが避けてもぶつかってくるんだよね。思ったよりポヨンって感じだな。何事もなかったかのように旋回してるな。笑ってしまう。地球上最大の雑食動物はジンベエザメであることが判明。海藻も大量に食べていた。人間をもし食っちゃったら吐き出すのかな？でかいけどおとなしくて、なんか可愛いんだよな。海藻ワカメが好きなのか？海って口開けて泳いでるだけで栄養取れるからいいよな。人間さん、はじめましてこんにちは。人懐っこいジンベエザメの赤ちゃんと泳ごう。コバンザメがジンベエザメの赤ちゃんかと思ったよ。こんな子供なのにたくさんのコバンザメちゃんを引き連れているんだね。やっぱりジンベエさんは偉大だな。コバンザメというよりコブンザメだな。大人のジンベエザメってサイズがでかすぎだから、赤ん坊くらいが人間にはちょうどいいサイズだろうね。平たい系の魚って結構好き。エイとかマンボウとかも。ダイバーの泡をパクパクやってるね。世界最大のビッグマウスを持つジンベエザメ、漁師が取った小魚を網ごとバキューム。その手があったか。抜け目ないな。鯉のぼりみたいだな。こりゃ残念ながら絶滅コースだろうな。かわいい。ジンベエザメの目は大量の歯に似た鱗で覆われていた。日本研究。ほんまに、目から鱗や目から鱗の情報だな。正直ちょっと気持ち悪い。ゾワってした。眠そう。フジツボトウが目に寄生するのを防いでいるのか。研究ってすごい。ありがとう。メキシコで発見された単眼のサメ、専門家が本格調査。気持ち悪いな。深入りしない方がいいな、深だけに。膵臓か。白いってことはアルビノ？膵臓にしか見えなくて笑った。やだ。かわいい。ナショナルジオグラフィックで単眼でアルビノってなってるね。単眼の場合、脳の働きとかどうなってるんだろ？続々と発見される相当のサメ。一体何が起きているのか？
人間がどんどん頭良くなるから、自然界が頭二つにして抵抗しているのかもしれん。相当大変なことになってるな。クジラやイルカはどうなんだろう？映画のせいじゃないか。寄生獣っぽい。海のプラスチックゴミが原因じゃないの？ 1900万年前、サメが謎の大量死を遂げていたことが判明。約 90% が死滅していた。深海の古い堆積物に残されている化石の調査から、1900万年前にサメが大量死していたことが明らかになったそうだ。今のサメは何らかの対策を得て生き残ったってことだから、今のサメが持つ何かがなくて淘汰されたと消去法で考えるとおのずとわかるはず。イルカ、シャチ、クジラといったより大型の怪獣たちに圧倒されていったのかな？ジュラ紀だのカンブリア紀だの、名前が変わるってのは環境が変わるわけでその度に生命も絶滅したり割とロマン。エイリアンのかまぼこ業者とフカヒレ業者が地球を襲っていたのか？うとうと古典ってか？サメに催眠術をかける方法。一部訓練されたダイバーたちの間でサメに催眠術をかけるのが流行っているようだ。サメの鼻先を撫でると、ピタッとその動きが止まり、硬直状態になるという。いいなぁ。サメテーマはそこに痺れる、憧れる。サメを催眠にかけるなんて私には不可能。こりゃ真似できねえな。そのまま捕まえて食べる役ではないのか。こんなの真似できません。サメは泳ぎ続けないと死んでしまうから寝ない？いくつかの種は眠る証拠が発見される。サメは泳ぎ続けていないと死んでしまうから眠らないという噂を聞いたことがあるだろう。だがこれは真実ではない。500種以上も存在するんだもの、中にはじっとしているサメもいれば、眠ることができるサメだっている。サメだって眠い時はあるだろ。眠らない動物なんていないだろ。サメは眠りながら泳げるってだけだろ。まあ眠らない人もいるのだから、主として眠らないものもいるのだろう。見つかってないだけか、かつていたか知らないけど。深海に住むサメはちょっと違う。魅惑の7種の深海サメ。サメ好きな友人がお前はミツクリザメに似てるって言ってたが、謎多き男ってことだな。怨電は毒があったのか。ラブカってサメだったんだ。光るサメとかいるんだな、アメリカナヌカザメ。ダルマザメに襲われたら失神するな。ヘラザメ属は今現在最も分類が難しいサメだな。ゴーストシャークは語尾にゲストかつけて喋りそうだな。進化って不思議だよね。深い海は不思議に満ちている。真似るな危険。サメを恐れない男のサメなで攻撃。南アフリカ沖で釣りをしていた男はまるでペットの頭を撫でるがごとくこう来たもんだ。サメに襲われた時はこの辺りを殴るといいとか言うが。いやいやいや無理でしょ。上手に撫でてるな。飼いならされたホホジロザメさんですか？どこぞのテーマパークのアトラクションだな。米印食事風景注意。海底での弱肉強食リアル。魚の死骸を貪るサメの群れ。そのサメを生きたまま捕食する魚。サメがかぶりついているメカジキの断面が美味しそう。生姜焼きにしたい。メカジキの断面の白身が何やら美味しそうでした。サメといえど小型であれば餌になる運命か。最後に食べるのは人間である。食べられたサメ、シャークに触るぜ。うちの知ってる鈴木と違う。ガクガク。サメに襲われ体に穴の開いた優遇の使いらしき魚を目撃したダイバー。これ酒頭じゃねわら。穴がキモい。思ったよりでかいな。さばきやすそう。一
人懐っこいサメをムツゴロウなでするダイバーのいる風景。サメも人間に懐くんだな。かわいい。あかん。サメが猫に見えてきた。ああそこそこ。お腹たゆたゆでかわいい。完全に無抵抗。にゃーん。異種愛炸裂。巨大ウツボを撫でるダイバー。野生を完全に捨てておる。思った以上にでかくて。これやっぱり怖いよ。ウツボの思うウツボ。魚類ってなでなでされるの好きだったの？わら。魚類なのにまるで犬か猫みたいだね。すげえけど、噛まれたら指普通になくなりそうだな。どう見てもエイリアンの妖精にしか見えない。黒色で細長い体を持つ謎の深海よ。ブラックドラゴンフィッシュというらしいな。すっごいベノム。ピンクほっぺが可愛いな。エイリアンすぎる、深海よすげえ。つららみたいな肌。意外に美味だったりして。すごい。イタチザメにカメラを食べられそうになった結果、口の内部が丸分かり。イタチザメって何でも食べるのか？このサメは好奇心が強いから気になったらとりあえずかじるらしいな。飲み込んだ。口の中、ホワイトでおしゃれ空間だったな。SF 映画のセットみたいだな。綺麗ですね。